こんにちは。今日はダイソーさんのリサイクルコットンを使って大きめのバッグを作っていきます。このリサイクルコットンは極太で色はホワイト、40g 入って約40メートルでコットン 100%。使用かぎ針の目安は8号。これでバッグを作っていくんですが、最初の鎖だけ9号で編んでいきます。その他は8号を使って編んでいきます。あとはマーカーととじ針とハサミを使います。よかったら作ってみてください。この糸はだいぶ太めで約 2.5 ミリ。これで鎖を32目。32目編んで6周編んだ時に細編みの数が96目になるように編んでいきます。サイズを変更する場合も6周編んだ時に8の倍数になるように編んでいきます。そのパターンをいくつか書いておきます。太い方の針で鎖を32目。これから楕円形の底を作っていきます。こっちは鎖の数が24個ですが、同じように作っていきます。楕円形は半円と半円とまっすぐのところ。まっすぐのところは鎖に細編みを一つずつ。半円のところは端の鎖に細編みを3つ。次の周はここに細編みを3つ増やします。次の周もまた細編みを3つ。次も3つ。で、次も次も。で、細編みを増やす場所は丸みを持たせたいところ。ここで丸みを持たせたいので細編みを1つ増やします。ここでも丸くしたいときには細編みを1つ増やします。次の周ではここを丸くしたかったのでここに細編みを1つ増やしました。次はここ。次はここ。丸くしたいところに細編みを増やします。で、こっちも同じように増やしていきます。まず、この鎖の両端に細編みを3つ。ここからスタートします。この目に細編みを編むので、まず針を変えてこの目に細編みを編みます。細編みを編むので鎖を1つ。この端から2つ目に細編みを3つ。表ではなくて裏返してこの糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。針から1、2、
2つ目に細編み、これが半円の始まりになるのでマーカーをつけておきます。で、同じところにあと2つ、ここにこれで細編みが3つ。3つ目にマーカー。これが半円の終わりになります。次からは1つの鎖に1つずつ細編み。で、このまま反対側の端の手前まで細編みを続けます。端の鎖の手前まで編んできました。端の鎖に細編みを3つ、この目にまず1つ目、次は2つ目、同じところに、この時この糸端を長い糸と針の間を通って向こうに寄せておきます。で、このまま細編み、これで2つ目、次は3つ目、同じところに、今度は糸端を手前に持ってきます。針と長い糸の間で、このまま細編み、これで1つの目に細編みが3つ、3つのうちの1つ目と3つ目にマーカーをつけます。で、1、2、3、これが半円の始まり、これが半円の終わり。次からは1つの鎖に1つの細編み、3つ入った隣の目、で、この糸端を編みくるんでいきます。
でこのままスタートしたところまで細編みを続けます。ぐるっと編んできたら最初の細編みに引き抜きます。最初の細編みは半円の始まりの細編み、マーカーのついたところに引き抜きます。今引き抜いたところにマーカーをつけておきます。引き抜いたところ、で2周目を編んでいきます。2周目は細編みを3つ増やします。1周目に細編みが3つあるので、それぞれに細編みを2つずつ。まず鎖を1つ。鎖の根元に細編みを2つ。1つ目は半円の始まり。同じところにもう1つ。隣にも細編みを2つ。次も2つ目は半円の終わり。ここからは1つの細編みに1つずつ細編みをしていきます。反対側のマーカーの手前まで編んでいきます。反対側も細編みを2つずつ。ここからは細編みの上に細編み、1つの細編みの上に1つの細編み、このままスタートしたところまで編んでいきます。引き抜いたところの手前まで編んでいきます。引き抜いたところの手前まで編んできました。
引き抜いたところには編まないで、最初の細編みに引き抜きます。また引き抜いたところにマーカーをつけておきます。次は3周目。丸くしたいところに細編みを増やしていきます。で、私はまず今のこの位置、こことこことここぐらいに増やしてみようと思います。これは大体で決めていきます。まず鎖を一つ、根元に細編み、でこれが半円の始まり。同じところにもう一つ、これで2つ、次は1つ、次は2つ、次は1つ、次は2つ、最後は1つ。でまたマーカーをつけておきます。こことこことここで3箇所で細編みが増えました。でまたまっすぐ編んでいきます。まっすぐ編んでマーカーの手前まで編んでいきます。3周目の反対側まで来ました。スタートしたところと同じように増やしていきます。マーカーのところに2つ、2つ1つ2つ1つ2つ1つと編んでいこうと思います。これは大体で大丈夫です。
これで3箇所、1、2、3、3個増えたらまたまっすぐ編んでいきます。引き抜いたところの手前まで編んでいきました。また引き抜いたところには編まないで、最初の細編みに引き抜きます。引き抜いたところにマーカー。次は4周目。今度は112、3つ目を増やそうと思います。また112、112ぐらいでやってみようと思います。大体で丸みを持たせたいところに増やしていきます。まず鎖を1つ、根元に細編みを1つ、次も1つ、次は2つ、次は1つ、次は2つ、でまたまっすぐ編んでいきます。まっすぐ編んでいて、こっちも同じように増やしていきます。どこでも大丈夫ですが、こっちは112、112で112で増やしました。でまたまっすぐ編んで戻ってきます。次は5周目。最初の細編みに引き抜いて、今度は1、2、1、1、1、2、1、1、1、2、1、1ぐらいでやってみようと思います。まず鎖1つで細編みを1、次は2、次は1、1、これで1、2、1、1、同じようにまた1、2、
1、でまた1、2、1、これで3箇所。次はまっすぐ編んでいって、反対側も同じように増やしていきます。1、2、1、1、1、2、1、1、1、2、1、1でぐるっと編んでいきます。5周目の終わりも最初の細編みに引き抜きます。次は6周目。だいたい綺麗なカーブができているので、6周目は適当にこことこことここら辺に細編みを増やしていこうと思います。まず鎖を1つで細編みを1つ、次も1つ、ここで1つ増やして細編み2つにします。これは大体で増やしていきます。全部で3個増えたらどこでも大丈夫です。ここで1つ増やします。ここで1つ増やします。これで3箇所増えました。こことこことここ。次はまっすぐ編んでいきます。で反対側も3箇所増やします。でまたまっすぐ編んで元に戻ります。底が出来上がったら側面を編んでいきます。まず鎖を5つ、1、2、3、4、5、下から3つ目にマーカ
同じところに長編み、これで三角ができました。次は扇形を作っていきます。足元3つ飛ばして4つ目に長編み、1、2、3、4、同じところにもう一つ長編み、鎖を一つ、同じところに長編みを2つ、これで長編み2つ、鎖1つ、長編み2つの扇形。次は三角を作っていきます。足元3つ飛ばして4つ目に長編み、1、2、3、4、鎖を2つ、1、2、同じところに長編み、これで三角ができました。次また扇形、足元は3つ飛ばして4つ目、長編み2つ、鎖を1つで、また長編み、この三角と扇形を繰り返していきます。次は三角、足元3つ飛ばして4つ目、鎖2つ、同じところに長編み、次は扇形、1、2、3、4、鎖2つ、鎖1つ、で三角、鎖2つで長編み、でこれをぐるっと一周します。ぐるっと編んできたら、最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。2本の糸の下になるように引き抜きます。
これで側面の1周目が終わりました。次は側面の2周目。三角の内側に針を入れて糸を引き出します。これをかぶせるようにして引き抜きます。ここから鎖を3つ、1、2、3、扇形を作ります。長編みを1つ、鎖を1つ、長編みを2つ、これで扇形。三角には扇形、扇形には三角、真ん中のスリットに針を入れます。鎖は2つ、で三角、次は三角に扇形、扇形には三角、鎖2つで三角、三角には扇形、これで1周します。側面2周目の終わりまで来ました。最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。次は側面の3周目。隣の長編みに引き抜きます。もう一度、次はこのスリットに引き抜きます。これで扇形の真ん中のスリットから糸が出ました。で、三角を作っていきます。鎖を5つ。5、下から3つ目にマーカー。同じところに長編み。これで扇形に三角。で、三角に扇形。
扇形に三角、下と同じように編んでいきます。で、次は三角。これでぐるっと一周します。3周目の終わりまで来ました。最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。三角の内側に針を入れて糸を引き出します。引き抜きます。これで三角から糸が出ました。鎖を3つ、扇形を作ります。長編み、鎖、長編み、で扇形には三角、でまた三角に扇形、これを繰り返して好みの深さになるまで編んでいきます。16段編んできました。段数は偶数にしています。側面だけを測って約24センチ。次は縁を編んでいきます。最初の鎖に引き抜いたところです。三角には引き抜いていません。まず少し緩めの鎖を1つ、同じところに中長編み、次は三角に針を入れて中長編み、次は長編みの上、次も長編みの上、次の3箇所だけは細編み、この長編みとスリットと次の長編み、ここは細編み、この3箇所だけは細編みにします。他は中長編み。
次は三角に中長編み。三角に入れる中長編みは一つだけです。次も中長編み。次も次は細編み。次からは中長編み。この3箇所だけは細編み。これで一周します。ぐるっと編んできたら最初の中長編みに引き抜きます。最初の中長編みは鎖に入っているところ、これが最初の中長編み。次は細編みで一周します。鎖を一つ、鎖の根元に細編み、次も細編み、次も細編み。このまま一つの目に一つの細編みを続けます。細編みで一周したら最初の細編みに引き抜きます。次はハンドルを作っていきます。ハンドルを作る位置にマーカーをつけていきます。まず底を整えて、でペタンとして横を決めます。横を決めてマーカーをつけます。で横から17目、横から17目にマーカー、こっちも17目目、長さは12センチ。これでハンドルを作っていきます。で横のマーカーは必要なくなるので外しておきます。鎖を一つ、細編み、でこのままマーカーの手前まで細編みを続けます。マーカーのところまで編んできました。マーカーのところにも細編みを一つ、ここから鎖を編んでいきます。鎖を編むときだけ最初に使った9号を使っていきます。まず一つ、一つ目の鎖の裏山、
マーカーをつけておきます。で、鎖を60個。鎖編みを60目編んできました。最後の鎖にマーカーをつけておきます。で、針を太い方から細い方に戻します。で、ねじれていないか確かめます。で、細編みでくっつけます。これでくっつきました。次からは普通の細編み。この細編みを続けて反対側も同じように編んでいきます。両方の鎖編みが終わったら引き抜いて、また細編みをしていきます。鎖1つ、このまま鎖の手前の手前まで細編みを続けます。鎖の根元では減らし目をします。まずこの細編みから糸を出して、もう一本はこの鎖から糸を出します。で、こことここで一度に引き抜いて減らし目。ここは飛ばします。こことここ。まず細編み、糸を出します。次は鎖、マーカーをつけていたところ、糸を出します。これを一度に引き抜きます。これで減らし目。次からはこの裏山に細編みをしていきます。反対側の根元まで来ました。また減らし目をします。鎖の出ている細編みには編まないで、その前後で減らし目。最後の鎖から糸を出して、端から2つ目の細編みから糸を出して一度に引き抜きます。まず最後の鎖、糸を出します。鎖の出ている細編みの隣、糸を出します。これを一度に引き抜きます。これで減らし目。次からは普通の細編み。このまま細編みを続けて反対側も同様に編んでいきます。鎖編みの上に細編みをしてきたら、また細編みで一周します。鎖1、細編み、
で次の根元でも減らし目をします。角の手前の手前まで細編みを続けます。さっきと同じようにここには編まないで前後で減らし目、ここには編まないで次、これを一度に引き抜きます。これで減らし目。次からは一つの細編みに一つずつ細編みをしていきます。反対側の根元まで編んでいきます。反対側の根元まで来ました。またここは飛ばして前後で減らし目、ここは飛ばして次、一度に引き抜きます。これで減らし目、また細編みを続けます。反対側も同様に編んでいきます。反対側も編んだらもう一段同じように編んでいきます。鎖編みの上に細編みを3周編んだら糸始末をします。で、最初の細編み、手前から向こうに針を入れます。最後の細編みに戻ります。上から針を入れます。下の編み地も通ります。で、整えて後ろで留めます。これで糸始末ができました。最後にハンドルの内側を引き抜き編みで一周します。引き抜き編みをしていきます。ちょっと面倒なんですが、これをするとしっかりするのでやっていこうと思います。ここら辺からスタートしたいと思います。で、糸端を15センチぐらい残して糸を出します。で、このまま隣同じように糸を出します。これをかぶせるようにして引き抜きます。これが一つ目。マーカーをつけておきます。で、次も同じように糸を出してきてかぶせて、次もで、この時きつくならないように編んでいきます。
角ではここにも次はこの段に一つ、次はこの段、次は鎖、次もで、これで一周します。反対側の付け根ではこことここに引き抜き編み、ここでここ角で、次からはまっすぐで、ここまで編んできます。最初の引き抜き編みの手前まで編んできました。ここで糸を切ります。15センチぐらい残して引き抜いてしまいます。一つ目の引き抜き編みの下、手前から向こうに針を入れます。で、戻ってきます。上から下、で、反対側、これでつながったので裏で隠します。こっちも同じように隠していきます。
サイズを測ってきました。縦が31センチ、横は35センチ、ハンドルは43センチ、底は7センチの30センチ、緑の方は最初の作り目は24個、サイズは24センチの28センチの、ハンドルは21センチ、底は7センチの24センチ。とても使いやすいサイズに出来上がりました。